こんにちは、リリラボのリリーです。今日は前回のドナーハッシュ X プロのレビュー動画内でガイさんがいいギターと言っていたヘッドレス8弦ギターについて語ってくれるそうです。それではガイさんお願いします。はい、今回はですね、この何て読むかわからないですけど MC タング、Mac タングっていうブランドのヘッドレス8弦ギターについてお話ししようと思います。最初にこのギターを買うに至った経緯、みたいなのをお話ししようかと思うんですが、ちょっと長くなりそうなんでスペックだとかについて知りたいって方はスキップしてそのチャプターに飛んでもらえればと思います。まず最初このギターを買った経緯なんですが、まずこれの前にですね、8弦ギター最初に手に入れた8弦ギターはアイバニーズの RG80F っていうギターだったんですが、7弦ギターはね、もうそれこそ25年以上前から持ってて結構使ってたんですけど、8弦は RG80F が初挑戦でした。で買ってみたんですが、27インチのスケールのギターだったんですね。で弾いていく中でやっぱりね、1弦から8弦まで全部27インチっていうのはちょっと弾きにくかったです。私そんなに手が大きくないので、低フレットに行った時やっぱり広いなっていうのはちょっと思ってたんで、もうちょっとなんとかならんのかなとかっていうところからちょっと別のギター探しにかかりました。で、そうですね、スケールだけ見ると同じアイバニーズの RGD って RG よりちょっと尖ったシリーズですねの MS8 マルチスケールの8弦でしょうねっていうギターが 25.5 インチから 27.2 インチかなで良さそうかなとも思ったんですが、スケールがね27インチでちょっと弾きづらいっていうのもあったんですけど、それ以上にやっぱりネックが長くて弦数が多い分ヘッドもでかいっていう取り回しの悪さがね、特に PC デスクのとことかで弾いてるともうすごく当てそうでね、うちの狭い部屋の中ではちょっと取り回しが悪いなっていうのもあって、それが RGDMS8 だと全然改善しない、スコア変わらないっていうのと、もうアイバニーズばっかりもうそれこそ何本弾いてきましたかね、この20何年で20本で効くかなぐらいアイバニーズばっかり弾いてきてて、今も家にいっぱいアイバニーズあるんでちょっと脱アイバニーズしたいなっていうのもあって、ヘッドレスでアイバニーズじゃない8弦探しの旅が始まったわけです。あとRGDMS8 インドネシア製アイバニーズなんで、ちょっとそれもね、もうインドネシア製のギターいいのはいいんですけど、コスパいいんですけど、外れも多いというのもあって、ちょっと何か違うのないかなっていうところからいろんなブランドのスペック見たり、試し弾きしに楽器屋さん行ったりして探してました。で、代表的なところでストランドバーグなんかありますよね。ただあれもね 26.5 インチから28インチなんですよね。他の7弦とかまでは1弦 25.5 インチなんですけど、8弦モデルになると1弦が 26.5 インチになっちゃう。他にレガターなんかもあるんですけど、レガターもストランドバーグ準拠ですね。やっぱ8弦になると 26.5 インチから28インチ、8弦 27.5 のモデルなんかもあるみたいですけど、他調べた中だとオームズ B っていうブランドのギターで、あれは8弦 28.2 インチとかでいいんですけど、1弦がね 25.5 なんで、ちょっとこのマルチスケールの斜め具合がえぐくなるかなというのもあって、あとオウムズビーあんまり楽器屋で見ないんですね。池部楽器にちょっと置いてたんですけど、近所で見当たらなかった。でレガターも昔島村楽器が代理店してたんですけどやめちゃったんですよねっていうのもあってなかなか見ない。あとストランドバーグは高い。で自分にとって8弦ギター、7弦ギターもそうですけど、今の私にとってはメインギターではないので、あんまりそこに30万40万50万かける気にはなれなくて、できれば20万以下で抑えたいとかってなるとどんどん選択肢が減っていってですね、
でたどり着いたのはやっぱりアリエクスプレス。アマゾンなんかでもありますけど、アマゾンに出してるのとかアートって読むんですかね。EART アートってところがアリエクでも出してて、まあ安くてそこそこいいよみたいなんでは有名なんですけど、8弦のモデルがパッと見た感じなさそうだった。でアリエクスプレスいろいろ探してたら、この MC タング、マックタングっていうセラーを発見しました。読み方は不明です。 YouTube でも調べてみたんですけど、海外の人が2人ぐらいかな、2件ぐらい動画上げてる程度で、その人たちは MC タングとか言ってたかな。でまあこの動画の中では日本のマクドナルド準拠でマックタングにしようかなと思ってますけど、はい、マックタンか、そしたらまあマックタングでいいや。タングはね TNG で、昔のモデル見るとここに12フレットぐらいに遣唐使の唐、中国の唐っていう字の篆書体の輪廻が入ってて、多分唐なんでしょうね。唐さん、唐さんの息子ですかっていう意味のマックタンなのかもしれない。はい、見た中ではアリエクスプレスで出品してるだけみたいです。他で売ってるのもちょっと見当たりませんでした。現在のラインナップはヘッドレスのみみたいです。でシェイプは3種類で、ただそのうちの1種類は3年ぐらい前の作品みたいで、今は在庫処分品の中で2本ぐらいあるだけで、あとはこのシェイプともう1種類、ここが外側にこう出てて先が尖ってないやつ、この2種類がメインみたいです。ここにトーってタングって書いてあるやつはもう今作ってないみたいですね。はい、それの色違い、原数違いをいっぱい出してるというようなセラーです。セラーの特徴としては品質維持のためらしいんですけど、月産最大30本までにとどめてるらしいです。フレットのレベリングに自信ありみたいなのをすごくアピールしてます。で工場出荷時というか、そのセラーから出荷される時点で1弦 1.2mm、12フレットですね。12フレットで1弦 1.2mm、7弦もしくは8弦であれば 1.5mm っていうすごい低い弦高で出荷しますよ。それぐらい下げられるということは、ここのフレットのレベリングが徹底してるってことですね。ここがガタガタしてるとそんなに弦高下げれないですね。なんでステンレスフレットなんだけどビシッとストレート出してますよっていうのがアピールポイントらしいです。で希望によっては 1mm 以下に設定することもできますよみたいなこと言ってて、1mm 以下の弦高で、まともに弾けるギター作ろうともすごい大変なんです、調整が。ものすごいシビアな調整が必要になってくるんで、それぐらい自信があるらしいです。はい、そういうセラーから買ったギターです。いくらだったかな、10万、送料が7、8000円ぐらいかかって、あと輸入した時に関税がかかって、それと合わせて10万、11万ぐらいだったかな。ぐらいで買いました。なんで、メイドインチャイナでアリエクスプレスで買うギターとしてはちょっと高めかなぐらい。ただ普通のね、さっき言ってたような各種ブランドのギターだと大抵20万超えてくるんで、それを思うと安く買えたかなというところです。じゃあそんなにメジャーじゃないブランドっていうことなんだね。全然聞いたことないです。で僕はそうやってアリエクでいろいろ調べてたんで、おすすめのアイテムとかおすすめのセラーみたいなところに出てきますけど、全然それ以外で聞いたことないですね。日本でツイッターとかでも探してみましたけど、一切情報なしっていうかなりチャレンジングな買い物をしました。じゃあこれ見てくれてる人たちも初めて聞いたっていう人が多いかもしれない？多いっていうかもうほぼそうじゃないですかね。そうなんだ。アートとかは安ギターの紹介でブログ書いてる人も結構いますし、Amazon でも手に入るしね、日本のなんですけど、MC タング、マックタンは全然見たことないです。多分国内初レビューじゃないですかね。はい。じゃあギターのスペックの方を紹介していこうと思います。商品ページにあったスペック表に沿って説明していこうかなと思います。まず塗装から入ってましたけど、木目とか銅管を生かしたサウンドブラスト塗装っていうフィニッシュらしいです。
でボディはアッシュボディ、ノースアメリカンアッシュって書いてましたけど、いわゆるホワイトアッシュ、ハードアッシュとかじゃなくて、この木目の細さからしても重さからしてもスワンプアッシュって言われるやつやと思います。ギターのボディとしては結構一般的なやつですね。でネックはこれもカラーとかによって何種類かパターンバリエーションがあるみたいなんですけど、このギターはカーボナイズドメープル、最近流行りのローステッドメープルとかっていうのと一緒ですね。加熱することによって耐久性が上がってますよとか、余計な水分が飛びますよとか、あんまりどうでもいいどうでもいい僕はあんまりそこに価値を見出してないんですけど、最近流行りの焼きメープルってやつですねと間にアーティフィシャルエボニー、人工エボニーですねの5ピースのネックです。でスケールはさっきから言ってるように 25.5 インチ、1弦 25.5 インチフェンダースケールで、8弦側が27インチのマルチスケールになってます。でだからファンドフレットってやつですね。ファン扇状にフレットがこう広がってる。流行りのこういうヘッドレスの多弦では一般的までいかんかな、流行ってますよね。のマルチスケールになってます。でネックの厚みはだいぶ薄いです。1弦で20ミリとかなんですけど、やっぱりこの幅広かつ薄くって、でシェイプとしてはね、この人工エボニーで挟まってるこの辺がもうほぼ平らなんですよ。真っ平らでサイドが丸まってるようなイメージなんで、持った感じほんまに板持ってるみたいアイバニーズのスーパーウィザードとかだと1フレットで17ミリとかかなに比べれば分厚いんですけど、なんか体感としてはペラペラに感じますね。で指板 R は16インチかな、406ミリ Rなんで、さっき言った RG80F とか RGDMS とかと同じ感じですね。でこれも比較としてはアイバニーズのスーパーウィザードとか指板超フラットなんですけど、あれは 430mm R とかなんで17インチかな、これよりさらに平らですね。それに迫る勢いで幅広フラットな指板、極薄のネックみたいな、なんかそんなイメージですね。平らな方がいいの？プレイスタイルによる。でアイバニーズの RG があれは80年90年ぐらいかな、スティーブ・ワイモデルと合わせて出たようなやつなんですけど、どういうジャンルに適してるかっていうと、やっぱりこうピロピロ弾くような人たちにはハマる。で逆に昔ながらのフェンダースタイルの V 型のネックとかで慣れてる人からすると超弾きにくいらしいです。こう握り込んでブルース弾くような人たちにとっては幅広扁平激薄ネックみたいなのは弾きにくいらしいです。で僕はまともなギター手にしたのが高校生の時とかにアイバニーズのギターから入ってるんで、あんまり違和感はないんですけど、それでもスーパーウィザードっていうシェイプはあんまり僕も好きじゃないですね。なんかギター弾いてる気がしない。ちょっと話それますけど、スーパーウィザードの J カスタム大学生の時かな、メインで使ってたギター持ってましたけど、あれがね、ネックペラペラで、その時の僕の好みからだいぶ外れてたんで、友達に売っちゃいました。めっちゃ後悔して。今あれ多分まともな状態で持ってたら人財産気づけるぐらいの超レアモデルでしたね、スルーネットの。なんかネットで買いましたけどね。でそういうアイバニーズっぽいネックやと思ってもらえばいいんじゃないでしょうか。で原稿はさっきも言った通り出荷時で1弦 1.2mm、8弦で 1.5mm って言ってましたけど、到着してからあまり測りもせず自分で勝手に調整しちゃったんでよくわかりません。ちなみにですが、さっきから言ってるアイバニーズ
は意外と工場出荷設定は原稿高くって、ビビりが出ないように安全側に倒してるんでしょうね。で12フレットじゃなくてアイバニーズの場合は14フレットで測定らしいですけど、14フレットで1弦 1.5 ミリから 1.7 ミリ、だいぶ高いですね。8弦に至っては 2.4 ミリから 2.6 ミリぐらいで出荷してるらしい。もう1ミリ原稿違うたらもう全然違うよ。これも好みです。高い方が好みの人もいるし、それこそさっき言った指板の丸いフェンダーのギターとか弾いてる人とかだと結構ね2ミリとかで弾いてたりしますからね。僕もギターによって弦高いろいろ変えますけど、そうですね、だいたい1弦で 1.3 ミリぐらい、12フレットで6弦で 1.6 ミリ 1.7 ミリぐらいにしてることが多いかな。はい、原稿はそんな感じです。で、あとネクはルミインレイっていうんですか、蓄光の、蛍光灯とか当てとくと夜光るようになると。どうでもいいです。はい。で、あとは2ウェイ、トラスロッドは 2way ですね。一般的なワンウェイトラスロッドって順反りを直す方向にしか動かないんですけど、逆反りを直す方向にも動かせるトラスロッドになってます。で、次、伝送系ですね。ピックアップはハムバッカー2つで、セレクターは 3way になってます。で、1ボリュームです。7弦のモデルまではトーンもついてたりするんですけど、なんか8弦はここのレイアウトの都合なのかな。1ボリュームのモデルしか見たことない。多分この辺もね、カスタムのトーンポットつけてって言ったらつけてくれると思うんですけど、その辺のオーダーというのかな、注文希望があれば言ってねみたいな感じでした。でも僕はもうそのまま出来合いのままワンボリュームでいいやと思ってワンボリュームのままにしてます。で、プッシュプルになっててコイルタップができるようになってます。で、プルすると引き上げるとコイルタップされて外側ですね。ハムバッカーの外側のコイルが生きるようになってます。はい。ただ、あれですよ。シングルっぽい音にはならないですよ。はい。で、ピックアップとブリッジはマックタンオリジナルみたいですけど、オリジナルなのかな。ピックアップはね、これは海外の YouTuber だったかなが質問してたみたいで、ベアナックルっぽいピックアップらしいです。ベアナックルっていう有名なリプレイスメントピックアップのブランドがあるんですけど、なんか見た目もそんな感じかな。僕、ベアナックル弾いたことないんでよくわかんないです。で、ブリッジは、そうですね、これも2018年ぐらいの中華製ヘッドレスでよく見たやつ。で、誰か、このギターのアリエクスプレスの商品レビューに外国の人書いてましたけど、古い。時代遅れやって言ってました。これもここで MC タングが作ってるというよりはありもののパーツを選定してるだけなんで、もうちょっといいのないのかなと思いますけど、はい。スペックはカタログスペック上の話はそれぐらいです。次にスペックシートには記載がないんですが、弦について少し触れておこうと思います。セラーに出荷時の弦について問い合わせたところ、弦のブランドはサンシエンという中国のブランドらしいです。ポールエンドの色を見るとおなじみのダダリオの色だったんで、最初ダダリオかなと思ったんですが違うらしいです。で、サンシエンというメーカーは韓国の人が韓国の材料を使って弦を作ってる会社みたいです。で、貼られてるゲージなんですが、1弦から6弦までは1046、普通のレギュラーゲージですね。で、7弦が60、8弦が80とやや太めの弦が貼られているようです。この辺りは多弦、8弦ギターを作ってる各メーカーの色みたいなのが出てて面白いですね。例えばアイバニーズなんかだったら0942の下に54と65ぐらいが貼られてて、だから09から始まる7弦のダダリオのセットプラス65かな
で27インチとかでチューニングを半音下げてるんで、これ何がしたいかというと、他のアイバニーズのギター0942に貼ってるギターと同じ弾き心地にしようとしてるみたいです。でストランドバーグなんかだとちょっと特殊なゲージの09から始まって8弦84かなっていうのを 26.5 インチから28インチのマルチスケールに貼る前提。これも前回紹介したストリングテンションカルキュレーターを使って各弦の張力をですね計算して表示してみると、結構メーカーごとに何がしたいのかみたいなのが見えてきて面白いですね。はい。この後気に入ったところやいまいちだったところを語っているのですが、かなり長くなってしまったので分割してお届けします。次の動画もぜひご覧ください。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。